こんにちは、日本語クラスです。皆さんお元気ですか？私は元気です。はい。ちょっと久しぶりにこの YouTube を作ります。はい。よろしくお願いします。はい。今日はいくつかお話ししたいトピックがあります。はい。いくつかあるんですが、あの毎日毎日いろんなことが起きますね。はい、皆さんもそうですね。はい、私の周りでもいろんなことが起きていて、いつも何か面白いことが起きます。はい。だからこの YouTube でお話しするトピックはいつもたくさんあるんですが、はい、どれを話そうとちょっと迷ってしまう、はい、そんな最近です。はい。では最初にですね、今の日本についてちょっとお話ししますね。この写真の、ように、はい、これ見たことありますよね、この写真ね。そうそう、お祭りですよね。そうそう、お祭りです。はい、日本は今夏、はい、もうとても暑い夏です。はい、オーストラリアは冬なんですよね。日本の反対にありますから、そちらは私たち日本の方と季節が反対になりますね。あちらは寒いんですが、日本はもう今暑い暑い夏です。はい。そして8月になったのでお祭りが多いです。はい。この写真のように、お祭りで、これは盆踊りですね。盆踊りとは言わないかな。これは、夏祭りで皆さんで踊りましょうっていうものですね。はい。行ったことあります皆さん？日本でね。私も、えっ、と、そうですね、お祭り行った時に、外国の人が増えてるなっていうふうに思います。やっぱり有名なんですね、きっとね、外国の人にもね。日本に夏に来たんだったらお祭りに行ってみようということで調べていく人が多いんじゃないかなと思います。はい。この写真のように、みんなで踊るっていうことができますよ。はい。そして、全然踊り方は知らなくて大丈夫です。本当に。なので、もしこういうふうに踊ってる人たちがいたら、もう急に自分もそこにグループに入って、音に合わせてみんなと同じ動き、みんなと同じダンスをすれば大丈夫です。下手でいいんです。はい、全然できなくていいんです。はい、このみんなで一緒にやってるというこの空気を楽しむ、それでいいんです。はい、ですのでやってみてください、ぜひね。私も、去年ですね、去年盆踊りをやりました。偶然行った神社で盆踊りをやっていて、行って見てたんですけど、みんなが楽しそうに踊ってるので、じゃあやってみようと思って一緒に混ざって、誰も知らないんですけどね、周りの人ね、知らない人だけど混ざってやったら楽しかったですね。はい。だから見てるよりやった方が本当に楽しいです、これは。はい。下手でいいんです、皆さん。何も心配しないでください。はい。ですので楽しければいいということを忘れないで、はい、もし見つけたら、お祭り見つけたらちょっと一緒に踊ってみてください。はい。そうそう。そんな暑い夏ですね。そうですね。夏なので、日本はあとはお祭りと、これですね。はい。この写真どうぞ見てください。そうですね。これね。花火ですね。花火大会。はい。花火がいろんなところで今やってます。はい。花火大会っていう風に言われるものがあります。自分の家で小さく花火をね
コンビニとかで買えるんですけど、買ってきてやるっていうこともできるんですが、それじゃなくて大きな何ですか川とかで、この花火がボーンとねパカパカパカ花火を打ち上げると言います。はい、大きな花火をみんなで見るというのがあります。はい。7月末7月最後ぐらいからどんどん花火大会増えてきました。これは日本のいろんなところでやってますよ。うん。毎年やるっていうのが大体決まってます。何日にやるっていうのが決まってます。はい。だからぜひね、もし皆さん日本に来る予定が8月あるんだったら、ぜひ花火大会もスケジュール調べてみてください。はい。うーん。ただ問題は暑いです。そうだからちょっと気をつけてください。はい。今年の夏もやっぱり暑いです。はい。ですのでやっぱりニュースにもなってます。暑すぎて、倒れる、あーってね、急に道で倒れてしまって、病院に運ばれるという、はい、熱中症っていうんですけど、暑くてもう何でしょうね、歩けなくなるとか頭が痛くなるとか、もう病気みたいな状態ですね。そういう人が今年多いです。はい。ですので皆さん日本に来ていたら本当に気をつけてください。水も飲むし、あまり外にずっといるのは危ないです。危険です。はい。そうそうそう。ですので本当に私もですね、今夏好きなんですけど、ちょっともうあんまりもう外には出られないそう思ってしまいます。はい。外出るときはUV カット、外のですね、悪い太陽から出る悪い光 UV ですね、それを体につけないような、服があるんですね。 UV カットしてたり、あとはその服を着ると涼しく感じる、体が涼しくなるっていう服があって、皆さんのね国にもあるかもしれないですね。はい。もうそういうのを着て外に出ないともう暑い。はい。素敵な服を着て出かけたいとか思うんですけど、それよりもこの服は着たら涼しいか涼しくないかということの方が最近は大切になってます、私は。はい。本当にね。なかなか大変です。そしてエアコンは止めることができません。本当に暑いです。暑すぎます。はい。そんな日本ですね。はい。そして写真も1枚ありますよ。花火大会ね。そうそうそう。皆さんの国でも花火大会ありますかね。これね、やっぱね、花火すごいですよ。形が美しい。はい。日本の花火形が美しいです。はい。ですのでよかったらね見るチャンスあるといいですね。テレビでも見られるんですけどね、最近ね。そしてそんな暑い日本で今私は生活しています。そんなもう嫌だ、もうちょっと暑すぎて早く秋が来ないかななんて、本当は心の中で思っている毎日なんです。はい。まだ8月始まったばかりですけどね。そう。そんな中ですね、おかげさまで、皆さんのおかげさまでYouTube のですね、私の登録者、サブスクライバーです。サブスクライバーさんが、3万人を超えました。はい。3万人の方が、私の YouTube チャンネルをサブスクライブしてくださっています。はい、本当にありがたいお話です。ありがとうございます。はい、これからもですね、YouTube 作っていきますし、ポッドキャストもするし、あとは JLPT とかの勉強についてのビデオも作っていきたいと思ってますので、ぜひ一緒にねこれからも勉強して
いってほしいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい。では、今日はこの後また違うトピックでお話ししたいと思います。はい。その前にちょっとだけインフォメーションです。はい。私は日本語を教える仕事をしています。はい。オンラインでも皆さんと一緒に勉強ができます。はい。オンラインのズームレッスンというのをしています。それでは、テーマがビジネス日本語とか会話の練習とか、あとはプライベートレッスンをしています。はい。ビジネス日本語では名前の通り、日本で働く人とか日本人と働く時に必要な日本語を勉強します。はい。もちろん敬語。はい。敬語も勉強するし、電話のかけ方ですね。はい。ビジネスだとやっぱりまだ電話を使います。はい。ですので、電話でどうやって話せばいいか。はい。よく練習してます。はい。電話の話し方とあとメールの書き方ですね。はい。練習してますよ。メールもやっぱり今 AI で書くこともできるんですが、 AI 書いてくれたものを送る前に、誰かにメールを送る前に自分でチェックする必要があります。まだ AI100 点ではないですね。だから何を書いたか、これで本当にいいかというのを自分でも確認するためには自分が知らないとメール書けないですね。ですからメールの勉強も続けてやってます。はい、よかったら来てください。一緒に勉強しましょう。8月も、クラスを開いてますよ。あとは会話練習。はい、これはいろいろ家族と話したり友達と話したり恋人と話す時の、会話の方法ですます使わない言い方とですます使う敬語の話し方、どちらも勉強してます。はい。ですます使わないというのは実は難しいんですね。これ間違えている人がとても多いです。変な言葉で話してる。はい。そして家族とか友達はあまり直してくれませんから、あなたの日本語ちょっと違うよってあまり言わないです。日本人は特に言わないです。はい。だから授業でね確認をしましょう。はい。これは土曜日やってます。8月ももちろんしてますよ、授業ね。あとはプライベートレッスンです。これもというか、これはビジネス日本語を勉強してもいいし、会話を勉強してもいいし、JLPT の読解を勉強してもいいし、何でもいいです。皆さんが勉強したいというトピック、テーマを勉強します。はい。ですので、リクエストしてください。これがやりたいとリクエストしてください。はい、これ申し込んでもらってからリクエストしてください。何でも私を教えられますので安心してください。レベルも N5 から N1 のレベルまでどんな人でも私教えますので安心してください。はい。すべてのあとはビデオレッスンもあります。これはJLPT の語彙とか文法読解とかのビデオレッスンですね。はい。私のオンラインレッスンのこのオンラインレッスンのリンクから、見てみてください。はい。では、そんなところでした。では今日のトピックに行きましょうか。はい。今日はですね、夏ともちょっと関係が少しあるお話、そして皆さんに関係があるお話です。はい。皆さんにも、そして日本にいる私にも関係がある、はい、お話なんですね。そうそう、じゃあ行きましょう。じゃあ質問からいきます。皆さんに質問です。はい。皆さんは日本で自分が住む家を探したことがありますか？皆さんが自分が住みたいなと思う家、はい、一つのもう自分の家族しか住まない
大きな家でもいいし、マンションとかアパートでもいいです。はい、そういうのを探したことがありますか？ああ、で、それかこれから探す予定ですという人もいるかもしれないですね。はい。そういう皆さんにはとても大事なお話です。そして、でもちょっと笑える話と思って、えまあそうですね、笑えるように私今日頑張って話そうと思いますので、はい、楽しんで聞いてください。そうそうそう。実はですね、今の写真のように、実は私の友達が今引っ越しをしたいと考えてます。引っ越し、そうそう、家を変えるってことですね。そう、今住んでるところから別の家に移動する、移るというんですけどね、変わるってことです。で、部屋を探している。はい。それで私も探すのをね手伝ってるんですね。結構ね探すの大変なんですよ。日本はというか、すぐね簡単に決めてしまう人もいますけど、あのちゃんといろいろ考えて、はい、探す。私の友達はそうなので、じゃあ手伝うよと言って一緒に探してます。はい。でね、皆さんもね日本に住む場合はね探さなければいけないでしょ。そうそう。で探し方はそれはねインターネットで探すっていうこともできます。はい、オンラインで部屋を探すっていうのできます。はい、できるし、あとは自分で探すのが大変な場合は、日本の場合だと、不動産屋というのがあって、それはいろんな家の情報を持っている会社です。はい。自分の会社が家を持っている場合もあるし、その会社がこの部屋を貸したいとか、この家を貸したいとか、売りたいとかで、うちの会社の家ですっていうのもあるし、または、例えばじゃあ山田さんという人がこの写真のような部屋を持ってる人、オーナーですね、オーナーさん、はい、持ってる人で、だけど山田さんが自分でこの部屋を借りてくれる人、誰か借りませんかと探すの大変だから、代わりに不動産屋という会社に、この私の山田のこの部屋を入りたい、この部屋に住みたい人を私の山田さんの代わりに探してあげますという会社があります。皆さんの国もありますね、そういうのね。そうそうそう。それそれ。で、日本にもたくさんそういう不動産屋というのがあります。はい。それで、その不動産屋が持っている情報、さっきの山田さんの部屋だけじゃなくて、田中さん、高橋さん、いろんな人の部屋をこう借りる人探してくださいとお願いされて、分かりました、私たち探しますって言ってる。そうだからいろんな部屋の情報を持ってますね。でその情報をオンラインインターネットのホームページとかにそれを載せて、みんなが見るんですね。お客さんが見る、部屋を探してる人が見るんです。でそういうところからも皆さんはもちろん探せます。はい。で私も今回インターネットで探してるんですね。でそうそうでね、皆さんでそのインターネットで探してもいいし、そういう不動産屋さんというその不動産屋に直接自分がお店に行って、私はいくらぐらいの部屋を探してますって言って、このぐらいの広さとか、いつ引っ越したいですとか、そういうのを話して、探してください私の部屋って言ってお願いするということもできます。そうで、部屋があったらじゃあ連絡しますねとか、そういう風にしたりするんですね。だから皆さんどっちでもいいです。自分でインターネットで探してもいいし、不動産屋に行ってもいいし、いろいろ。はい。そして不動産屋で、探しインターネットで探した場合でも、
やっぱり不動産屋さんに電話をするんですね。インターネットでこの部屋いいな、何か見つけたら、この部屋は今本当に誰も住んでないか、まだ他の人がこの部屋の契約、コントラクトですね、契約をしてないかというのを確認するために不動産屋に電話をするんですね。電話するのが一番確認するのが早いし、メールを送るでもいいんですけどね、この部屋空いてますかって、でメールで返事くださいって書くこともいいんですけど、私は電話をかけてしまうことが多いんですね。でね、今回もね、その友達の部屋を探していて、いい部屋があったんですよ。で、なんかいいんじゃないと、友達この辺がいいって言ってたし、この部屋の家賃1ヶ月いくらですね、家賃、いくらとかいろんな条件がちょうど良かったので、本当にまだ部屋が空いてるかな、そして空いてたら部屋を見せてほしいなと思って、電話をかけてみたんですね、この不動産屋にね。そうだから皆さんも電話かける場合ね、ちょっと言い方ね、日本語でね言わないといけないですね。でね、かけてからがちょっとってあれっていうことが、起きました。ですね、かけたら大丈夫です、この部屋まだ空いてます、そしてすぐにこの部屋を見ることができますよと、明るい声で答えてくれたんです。その不動産屋がね。だからよかったと思って、そうですか、もうすぐ見られるんですね、いいですねと話していたら、不動産屋さんが今不動産屋さんってよく言います。パン屋さん、本屋さんみたいなね。歯医者さんとか言うんですけど、よく不動産屋はよくさんをつけます。多分そこで働いてる人のことを意味してさんって言うんだと思うんですけど、だからその不動産屋さんがさっきまでとても声が明るかったのに空いてます大丈夫ですって言ってくれたんですけど、急にですね、じゃあ私ちょっと見たいですって私が言ったら、次の日だったかな、次の日ちょっと私見せてもらえますかって言って、その友達も行けるって言ってたから、じゃあ見せてもらえますかって言ったら、はいもちろんはいぜひと言ってくれたんですね。でもその後ちょっと声暗くなってというか、ちょっとなんか急に静かになってしまって、そうですね、先にちょっとお伝えしたいことがありまして、お伝えっていうのは言いたいことですねと言って、はい何ですかって私が言ったら、この物件っていうのはこの部屋のことなんですね。物件って言います。この建物のことね。この部屋はですね、よく言う事故物件というもので、この部屋で以前お亡くなりになった方がいらっしゃるんですね。ですからそれをあまり、気になさらないようであればいいかなと思いますって言うんですね。でと思って、今日の大事な言葉が出ました。事故物件です。事故物件。これは日本語学校や大学ではなかなか教えてもらわないトピックの言葉ですね。出ました。事故物件。漢字もここに今書きました。事故ってわかりますね、皆さんね。アクシデントですね。物件というのはこういう何かね、お部屋を借りる時のこの部屋のこと。こういうこの部屋は1ヶ月例えば10万円ですとか、そういう、あとは契
家を買うでもいいんですよ。家を買う、この家は全部でいくらいくらですっていう時のそういう言い方をこの家っていうより物件っていうんですね。面白いですよね。そうでね、こういうね事故のあった物件事故のあった家っていう意味です。はい。何の事故ってね。はい。さっき私今難しい日本語で言いましたが、ちょっと分かりました？このお部屋でお亡くなりになった方がいらっしゃいますと言っていた。そう、お亡くなりになる。亡くなるというのは、そうです、死ぬってことですね。死んだ、誰かが死んだ。この部屋で前にここで人が死にましたの意味です。はい。お亡くなりになる。亡くなるってね、言葉ありますね。N3 でも勉強しますよね。亡くなるってのは死ぬってことですね。人が死ぬの丁寧な綺麗な言い方ですね。そうそうそう。そういうですね、家のことを事故物件って言うんですね。うん。うーん。ちょっとどうですか皆さん。皆さんだったらどうでしょう。事故物件の家を借りたいと思いますか？今回友達はね、借りる部屋を探してるんですけど、でね、よく聞いたらね、お話聞いたらね、いやここね事故物件とは言ってるんですが、実際は住んでいた方がお年寄りで、孤独死というものですっていうんですね。孤独死、孤独っていうのは一人ってことです。はい。その家に住んでいたお年寄り、おじいさんかおばあさん、どちらか分かりませんが、その人一人で住んでいて、年だからここの中で生活してる時に何か心臓とかが体が痛くなったりして死んでしまったということなんですね。それ孤独死って言います。はい。誰も家族がいなくて、はい。そうそうそう。だからね、ちょっと私もインターネットで調べたら、そういう風なお年寄りとかが、お年寄りじゃなくても何もね、人に殺されたとか事件だとかじゃなくて、自然と死んでしまった、例えば病気で死んじゃったとか、そういうのはそういう場合は実は事故物件とは言わないらしいんですよ。そういうふうに死んでしまった場合は。で、事故物件というのは人が殺されたとか、何ですか、中で自殺した、自殺だからもう私は死にますってね、もう私は生きていたくありませんって言って腹切りしたとか、ブサッとねイーンってねとか、ガスで死ぬとか、ベランダから下に落ちたとか、首をうーってやって死んだとか、薬をいっぱい飲んで死んだとか、死にたいから死んだんですね。そうそうそう、そういう自殺とかで死んでると、自殺とか殺人、人で殺されたとかだと事故物件って言うんだそうです。だけどそうやって病気とかお年寄りでもう何も元気がなくて死んでしまったとかは本当は事故物件とは言わないんだけど、でもその不動産屋の人は事故物件、事故物件とも言えますって言ってました。はい。でね、実際事故物件っていうのはそれが事件が起きてから3年経ったら、事件起きてから3年経ったらもう部屋借りたい人とかこの家を買いたい人とかに言わなくてもいいらしいんですね。そう
言わなければいけないっていうのは法律国で決まってるみたいで、3年でいい、それ以上は言わなくていいっていうルールになっている。うん、そして私がこの見つけたお部屋は10年前だというんです。10年前にこのお部屋で亡くなったお年寄りがいます。そうですから10年前なので、もうお客様にこれを言わなければいけないというルールはないんですが、実際にお部屋に住み始めてから何かねあってそれからいや実はこの部屋は人が昔死んだんですって後から言うのは良くないので、今先にお話ししましたと言ってました。そうそうそう。でね、そうね。でもどう思います皆さん。これね、私この部屋をね見つけてね、やっぱね結構大変です。部屋見つけるの。あるんですけど、お部屋他にも。でもねやっぱりこの部屋は狭すぎるとか、古すぎるとか、この部屋は1階だとかね、1階じゃダメだとかね、この部屋はインターネットが無料じゃないとかね、いろいろあってね、結構大変なんですよ、探すのが。うん。だからねやっと見つけたお部屋だったんですね。あったって、これいいな、ちょうどいいなと思って。でちょっとだけ家賃が安かったんですね、この部屋、他のところより。だけど部屋のねこ部屋のデザインとかもとても良くていいねと思って、友達もねすごいいいねって言ってて、だからいいんじゃない、よしよしよしと思って部屋見せてもらおうってすごい嬉しかったのに、事故物件ですって言われた時に私もそれまで大丈夫ですか、空いてますか、本当ですか、じゃあよかった、じゃあ見せてもらいたいです、明日はどうですか、明日の予定どうですかとか、ちょっとすごい明るかったのに、事故物件ですって言われた後も私もあーってあーそうですかってもう電話で私言いました。だってもう何と言えばいいんですか。いやなんかでもいやちょっと事故物件に引っ越ししたくない、でもやっと見つけた部屋だしってすごい複雑な気持ちになりました。この不動産屋の人もね、この事故は10年前に起きたもので、それからもう4人の方がこの部屋に住んでいますと言うんですね。そうか、10年前におじいさんかおばさんこの部屋で死んで、その後4人の人住んでる。なるほどね。4人ってことは大体2年ずつぐらいの人が住んでんのかと思って。これ皆さんどうですか、気にします？死んだ人がいますこの部屋で。自殺じゃない、自分で死んだわけじゃない、事件じゃない、殺人事件じゃない、そうとはいえ、どんな風に亡くなったのか、どこの部分、部屋のどこで死んだのかとか、あとインターネットで読んだらですね、私調べたらやっぱりいくら一人でね部屋で亡くなったといっても、やっぱり部屋が臭くなってしまったりとかね、何ですか、シミ汚れてるとか、だってどのくらい経ってから発見されるかわからないじゃないですか。あれここの人亡くなってる、死んでるってね。だからねやっぱり部屋をねすごくきれいに掃除する、クリーニングすることがあるらしいんですよ。でね、そうやってね特別なクリーニングをしなければいけない、ただの掃除じゃなくて、なんか部屋がもう匂いがついちゃったとかね、
で特別なクリーニングしなければいけないっていう場合は、それはもう事故物件と呼ぶらしいんですよ。そのお年寄りが死んだっていうだけだから事故物件じゃないっていうルールもあるんだけど、でも特別なクリーニングした場合はもう事故物件らしいんですね。だからね、やっぱね、ちょっと新しくこれから生活を始めるという部屋でね、やっぱね、ちょっと分かんないじゃないですか。何があったの10年前みたいなね。もう10年前だから部屋は臭くないかもしれないけど、なんかやっぱりね、その友達が部屋で寝てたら、なんかお年寄りがちょっとなんかいるような気がするとか、なんか見える気がするとかね。まして孤独死ですよ。孤独、一人でね、寂しい寂しいって思いながらね、家族はいない、私は一人だと思って死んじゃったんですよ、そのおじいさんかおばあさん。なんかかわいそうじゃないですか。なんかそしたら友達がここに住んだら、なんかちょっとそのお年寄りのお化け、ゴーストですね、ゴーストが出て、私寂しいのってね、私一人なのってね、ご飯作ってとか、なんか一緒にお話ししましょうなんて、もしかしたら出てきちゃうかもしれないなんてちょっと思うとね、やっぱりね、いや、ここの部屋にしたらいいよって、絶対いいよこの部屋って私友達にはちょっと言えないですね。自分だって嫌です。はい。いくらいろいろ部屋の形とか、家賃とかいろいろ条件が良くてもね、やっぱり事故物件ですって言われたらね、なんか嫌ですね。そうなんか自分のね、知ってるおじいさんとか自分のおばあさんとかね、自分の、家族の中のおばあさんとかだったら、まあなんかまだいいですよ。だけど誰か知らないおじいちゃんおばあちゃんだからね、ちょっとね、と思って、はい、だからもうもうなんと言ってね、もうこの電話をね、不動産屋さんの電話を切ればいいんだろうと私思いました。って言って、そうですか、事故物件だとは思いませんでしたと言って、ちょっともう一回考えてみて、見せてもらいたいと思ったら、ご連絡しますので、ちょっとはいって言って、そしたら相手の人もはいはい大丈夫です、もちろんですと言って、絶対大丈夫ですから見てください、大丈夫です、もう10年前ですからとは言わなかったです。はい。ですので私もと言って、って言ってと言って電話を切りました。はい。ですのでね、あの残念、残念、すごくいい部屋だったから、写真を見てもすごくいい部屋だった。はい。この今皆さんに見せているこの写真じゃないですよ。この部屋じゃないです。全然違うんですけど、いい部屋でした。はい。だからいいなと思ったからね、電話もかけたんですけどね。事故物件でした。はい。だからね、皆さんもね、お部屋探すときにやっぱりね、なんか安いなとか思ったら、他の部屋よりなんか安いなとか思ったら、ちょっともしかして事故物件かなって思った方がいいし、電話で聞いていいと思います。はい。すいません、ここの部屋って他のところよりちょっと安いと思うんですけど、なんか理由がありますかとか、そうそうそう、聞いてみる。そして一応日本の法律ルールでは、部屋を借りる、貸すですね、貸す場合、買う場合はまたルール違うみたいなんですけど、借りる場合はそういう不動産屋はその3年以内、事故起きてから3年経ったらかな、3年以上経ったらもう事故物件ですと言わなくてもいい
ルールが一応あるので、そうそうそう、だからね、ねえ、やっぱり事故物件って言うとやっぱりあまり借りてくれない、じゃあやめますっていう人多いし、いや家賃安いけどいいですって言われてしまうからねえ、やっぱり不動産屋は貸したいですから早く、だからもう3年経ったし言わなくていいって言って言わない場合もありますね。そうだからなんか変だなって思ったらね、もし皆さんちょっと聞いてみるというのはいいと思います。そうね。だからこれ日本の場合はこうなんですけど、例えばなんですけどイギリスとかって歴史が長い家っていうのが反対にすごくこう人気があるっていうのを私テレビで見たことがあるんですね。日本の場合だと、マンションとか新しい家とかだったら新しければ新しいほどいいし家賃が高いんですね。だけどなんでしょう、イギリスはこうやっぱりあれですね、昔作った家を、そのまま、綺麗にしてですけど、また次の人が使うっていうのがあの大切、いいことだっていうのをテレビでも見たことあって、なんでしょうね、なんかそれはその家に歴史があるからとてもいいことだと思うんですよ。日本でも日本の古い家とかも確かにそうですね。古い昔建てた古い家とかでこう何か歴史的な意味がある家とかだと今も高いんですけどね、借りる場合でもね。だけど日本はでも基本的には新しい家が高い、古い家は安くなるっていうのがよくあることなんです。だからね皆さんの国だとどうなんだろうと思って、これやっぱりねまた違うと思うんですよ。やっぱりそのイギリスみたいにもしかしたら歴史がある家がとてもいい評価されるってなると、歴史が長いってことはその家でいろんなことが起きているから、もしかしたら事故物件、その家で誰かが死んだとか、それでもあまり気にしないっていうこともあるかもしれないなってちょっと思ったんですね。そうそう、だからやっぱり国によっても考え方が違うので、あのどうでしょうね、皆さんはどう考えますか？あのお年寄りがね病気とかで亡くなったぐらいだったらあまり気にしないっていう国もあると思うんですよね。またはでも自分で死んじゃったとか、なんかここで人が殺されたとか、そういうのはやっぱり嫌じゃないですか。いくら家賃が安いですと言われても、いやーちょっとここで人が殺されたと思うとうわーって思いません？だからね、ちょっと皆さんどう考えるかなっていうのをよかったら聞かせてください。はい。皆さんの国での事故物件というものはどういうものかというのね、はい、ぜひ聞かせてください。そしてこの友達のですね、部屋を探すというこれまだ終わってないんですね。続いてます。なかなか大変です。いろんなことまだあります。はい。借りるのね、やっぱ簡単じゃない。インターネットの問題っていうのもありまして、ちょっと今度それをお話ししようかなと思います。皆さんの国でインターネットってどうですか？部屋を借りるときにインターネット無料ですか？家の中でもうすぐ使えます？なんかいろいろあるでしょ？それか自分で契約しなきゃとか。そう、ここね結構日本細かいです。いろいろめんどくさい。そうですので、それちょっと大変。今それでそういう問題もあってまだ部屋が決まってません、友達。はい、ですから一緒にまだ頑張って探してます。
そうそうそう。ですので、今日は事故物件のお話をしました。はい。皆さんも日本でお部屋探した時大変だったことあると思うし、自分の国でお部屋を探す時に大変なこと、どんなことがありますか？ぜひね教えてください。動物を飼っていいとかね、ダメですとかね、そうね、ピアノを演奏していいです、ギターを弾いていいですとか、そういうのもありますよね。そうそうそう。ぜひぜひ、国によって本当にみんな違うはずです。はい。ですのでよかったらコメントで聞かせてください。はい。楽しみにしてます。もう私は本当に今日本で探すのも本当に今大変だなと思ってます。はい。ですのでまたちょっとこれについてはまだまだお話ししたいことありますので、またお話しさせてください。はい。で今日は以上です。またお話しします。ありがとうございます。